こんにちは、まみこです。お元気でいらっしゃいましたか？新緑の季節になったので、よもぎの若葉を摘んで草団子を作ろうと思います。雨上がりに摘みに行くのがおすすめです。アブラムシなんかがね、少ないです。なるべく新芽のところを選んでちぎっていきます。あんこ入りを作りたかったので、よもぎを摘みに行く前にあんこを炊きました。小豆の炊き方はキャプションに書いておきますので、過去の動画を参考にしてください。やっぱり野草なのでしっかりと洗うっていうのが必要だと思います。やっぱりこの季節アブラムシとかハダニなんかがついていることが多いので、しっかりと何回か水を変えてね、流水で洗ったりとかしてきれいに洗いながら茎を取っていきます。下処理が終わったら多めのお湯を沸かして沸騰させて、塩を小さじ半分程度入れたところによもぎを投入します。これで下処理、アク抜きをします。約2分ぐらい茹でてあげると柔らかくなって切ったりするにも楽になります。この時もね、虫とかが浮いていないか確認しながら茹でていきます。2分ほど茹でたら、ボウルにたっぷりのお水を準備して、そのお水の中に離していきます。ボウルのお水は何回か変えて、15分から20分ぐらいは水にさらしておく方がいいかなと思います。アクが抜けたら水からあげて固く絞っておきます。今回はバーミックスを使うんですが、軸に絡みつくのが嫌なので包丁で1センチぐらいかな、切っておきます。その方が早く攪拌できますし、絡みつかないので後始末も楽なんです。今回バーミックスで砕いていくんですが、団子粉を 100g 使う予定ですので、60から70ぐらいのお水を入れて、その上によもぎを入れてミーサーで攪拌していきます。包丁で刻んだり叩いたりしても全然いいんですし、すり鉢で当たるというような方もいらっしゃいますが、やっぱりバーミックス便利ですね。ブーンってやったらあっという間に細かくなって、緑色の綺麗な色が出ています。今回は市販の団子粉というのを 100g 使います。それにお塩を約 2g ぐらいを加えます。時間が経っても硬くならないようにお砂糖を加えます。グラニュー糖しかなかったんでグラニュー糖を入れますが、100g の粉に対して 30g を加えます。そこに先ほどね、バーミックスで攪拌をしたお水とよもぎの細かくなったものを加えます。この後水分が馴染むまではこういったゴムベラなんかでサクッと混ぜ合わせるといいと思います。最初から手でやるのもいいかもしれませんけど、こっちの方が粉が飛び散らなくていいかなっていうふうに思います。混ぜ始めて最初はなんか水分少ないんじゃないのって思うぐらいがちょうどいいので、慌ててこの段階でお水を足さないようになさってくださいね。だんだんね、混ぜてくると馴染んできて塊になってくるので、ある程度馴染んだら手でまとめていきます。でこねていくとだんだんこうやってまとまってくるので、ここでね、隠し技です。保水力をもう一層高めるために練乳をね、一滴入れます。あんまり入れすぎるとデロンデロンになってしまうので、ここはご注意です。先ほど入れた練乳がまんべんなく行き渡るようにもう一度こねていきます。もうこの段階で結構ゆるゆるなんですね。でもここで硬いなと思われたら、本当に数滴ずつお水を加えて練ってみてください。切り分けるためにね、少し長い感じでまとめていきます。ここからスケッパーなんかで6等分にしていきます。もう目分量で全然大丈夫なので切っていきます。スケッパーでね、大体の目安を印を入れながら切っていくんですけれども、後からね、大きさバランス取ったりとかできるので、全然気にしなくて大丈夫です。で、あんこはね、ラップかなんかで丸めておくと手早く包めます。私めんどくさかったので、もう適当にしかしてませんけれども、
きちっとされる方はそういう風に準備されるとね、手早く丸められると思います。だいたい揃ったら丸めたものを、あんこを包むために広げていくんですが、縁回りはずっと薄めにした方が、最後に留めていくんですけれども、重なるので縁回りは薄く伸ばして、こんな感じであんこを包んでいくんですけれども、結構ね破れてますけどくっついていくので簡単ですよ。ね、こんな感じで、これできた。はい、全部成形できたら、団子が浸かるぐらいのお湯をたっぷり沸かして、で、そーっと一つずつ入れていくんですが、入れた直後はね、鍋の底にくっついてしまうので、そーっとね、剥がす感じで移動させてください。再沸騰してから7、8分ぐらい茹でます。大きさによっては10分ぐらいかな。茹で上がったらたっぷりのお水にとってしっかり冷まします。キッチンペーパーの上にくっつかないようにクッキングシートを重ねたバットなどに並べて水を切ります。きな粉をまぶしたり、両面にフライパンで焼き目をつけても美味しいです。よもぎは体にいい成分がたくさん含まれているそうです。ぜひ楽しんでください。最後までご視聴ありがとうございました。高評価やチャンネル登録をしていただけると励みになります。ありがとうございました。